のちゃん。金子でございます。ということで、今日なんですけども、以前、とある魚介を注文しておいたんですよ。それが今日入ったということで、買い付けに来ました。で、その魚介っていうのが、極上のウニ。その名も、赤ウニっていう名前のウニが入りました。ウニの中でもトップクラスのウニですね。というわけで、取りに行きましょう。うわー、本当にこれ、すげえでかいですね。これが、幻のウニ、赤ウニっていうウニですね。すごく美味しいウニなんですわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまっていうことで、本日の食材がこちら、赤ウニっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、赤ウニっていうことでね、持って帰ってまいりました。それも新鮮なまま持ってきたかったんで、海水ごと持ってきました。ほら、まだね、生きてます。トゲの隙間から細い管が出て、ペタ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 してますね。トゲもしっかり立って、鮮度抜群。で、この赤ウニ、本当に海の中にいないんですって。もう超希少らしくて。それにね、こんな大きい赤ウニが取れるのがめったにないらしいですね。もう幻のウニと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。ほんでね、なんか言ってたのが、こっちはトゲが白。で、こっちはトゲが紫ですよね。まあ両方とも種類は一緒で赤ウニなんですけど、料理屋さん曰く、白い方が身が入ってる当たりの率が高いという風におっしゃってました。まあでもあくまでも確率が高いっていうだけなんでね。どんな目利きの人でも、ウニは開けてみないとわかんない。ウニはくじ引きみたいなもんなんですよ。で、この赤ウニが1個1000円ぐらいしました。6個、変な魚おじさんにあげました。で、今日はこの新鮮な赤ウニを使って、お寿司と焼きウニ作っていきたいと思います。僕昨日ね、回転寿司に行ったんですよ。で、そこでね、海苔が下に敷いてあって、で、シャリが乗ってて、その上にウニが乗ってて、包んで食べるタイプのお寿司がすごく美味しくて食べやすいなと思ったので、そういうお寿司を作りましょう。で、それとあとは、殻ごと下火で焼く焼きウニ作っていきたいなと思います。そしたら、まずはさばいていきます。僕の一番好きなさばき方でやっていきますね。まずは、段ボール用意します。で、その上に赤ウニを乗っけます。裏返しで。なんで段ボール敷いたかというと、まな板に直接ウニを乗せてさばくと、ウニのトゲがまな板に刺さっちゃうんですよね。軍手がないんで今日はゴム手袋で代用。はい、そしたらさばいていきます。で、ここがウニの口ですね。包丁のここのお尻の部分を使って、ウニの裏側をダダ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 っと傷つけていきます。いきます。割るイメージですね。はい。このように裏側が陥没したら、で、これ塩水が用意してありますんで、この塩水に、パパ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 ッと、中に入ってる殻とか泥を出すイメージで。はい、そうすると、このように中の内臓とか陥没して入った殻が、このザルの中にこう出ちゃいます。で、あとはこの身をすくい取る感じですね。で、これがトゲが普通の色の方。この3つしかない。このトゲが白い方。これ開けていきますか。果たして、身入りはこっちよりいいのかな。あ、こっちの方が全然身入りがいいぞ。ほんとだ。もうこの段階でわかるわ。ほら、こっちの方が身入りがいい。それに、色も綺麗ですね。比べてみると、一目瞭然ですね。もう一回この黒い方いきます。黒い方も入ってるやつはすげえ入ってます。っていうのが分かったところで、どんどんこの状態に全部していきます。そうしましたら次は、この黄色い部分ですね。これね、生殖層っていうんですよ。要するに、精子でもあり、卵子でもある。みたいです。ウニって神秘的ですね。この状態になっても、まだ生きてますね。トゲが動いてるでしょう。そしたら、こちらの生殖層をくり抜いていきます。使う道具がティースプーン。そしてどこのご家庭にもあると思います。こちら、ウニピンセット。ガックンとなってますね。で、そこに冷たい塩水を用意します。そしたらティースプーンでできるだけウニを傷つけないように剥いて塩水に落とします。で、これどうしても崩れちゃうよって人は、このウニとウニの間に包丁を入れて、1個、2個と、パカッと割ります。こうやって割ってあげると、こう、スプーンが入りやすくなるんで、綺麗に、ほら、こういう風に取れるようになります。バフウニとかはね、あのままいけるんですけど、この赤ウニってね、ちょっと平べったくて、ここのラインの反り返りが深いんですね。で、割らないと、こう深いところまでスプーンが綺麗に決まんないんで、ちょっと手間数は増えますけど、ほら、こんなに綺麗なウニ。めちゃめちゃ身が大きい。で、これをどんどん塩水に落としていきます。
はい、このようにすべて綺麗に掃除し終わりました。これが、剥きたての赤ウニですね。うまそうです。そしたら焼きウニに使うように、この中に入れていきます。たっぷりと入れます。これは贅沢よ。これであとは焼いていきます。そしたら次は、寿司に使う酢飯を作っていきます。では、今日使うお酢がこちら、赤酢ですね。お値段1本1200円ぐらいしました。うわ、すげえいい匂いする。そしたら赤酢に砂糖と塩を加えていきます。今日はお米2合なので、お米2合に対して赤酢大さじ2杯、1杯、2杯。で、きび砂糖を大さじ1杯強。で、塩を小さじ2杯ほど。で、これがしっかり溶けるまでかき混ぜます。しっかり混ぜていきます。で、ここで1回味見します。もうちょっと赤酢が欲しいかな。自分好みにここで調整していってください。そこに炊きたてのお米を加えていきます。お酢を含むんで少し固めに炊いてあります。で、ここに先ほどの赤酢を振りかけます。で、赤酢をシャリ全体になじませます。うちわで冷ましながらなじませていきます。はい、混ぜ合わりました。ちょっと味見します。うまっ。そしたら出来上がった酢飯を綺麗なガーゼの上に乗せていきます。はい。そしたらこれで役者は揃いました。まずは酢飯。剥いた赤ウニ。綺麗に並べました。焼き海苔ですね。海苔のパリパリ感を活かしたくて巻きながら食べていきたいので、これで完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずは、こちらの焼きウニから作っていきます。炉端焼き器の上に乗せて、で、そこにだし醤油を少しかけていきます。あんまり入れちゃうと辛くなっちゃうんで、そしたら弱火で、じっくりと焼いていきます。はい。では、ウニに火が入りました。ウニは火が入ると、こう、硬くなるんですね。焼きウニの完成。そしたら焼きウニをここに乗せてと。すだちをここに添えて、塩も添えます。そして焼き海苔。そしたら海苔に酢飯を乗せます。で、ここにこちらの剥きたての赤ウニを豪快に1つ、2つ、3つ乗せちゃいます。で、ここにすだちを1滴、2滴、3滴。で、ここに塩を軽くかけて、海苔で包み、いただきます。回らないお寿司屋さんで食べる味がする。ウニの素材が良すぎるから、それうまいです。で、この赤ウニって、ウニのこのえぐみみたいなものがほんとないんですね。ゼロ。北紫とか、ちょっとね、剥きたてでも、なんかね、口に残る感じがあるんですよ。見た目は北紫に似てますけど、味は全然違います。ウニ食べれない人は剥きたてのウニ食べてねとか言うんですけど、もうぜひこの赤ウニ食べてほしい。本当に赤ウニしか食べれなくなっちゃうかもしれないですけどね。じゃあ次はこちらの焼きウニいただきます。これはそのままいただきますね。醤油で味がついております。はい。水分が飛んでホロホロとしております。それじゃあ、いただきます。あ、うまっ。このね、身の水分が飛んで、旨味が凝縮されてる感じがする。焼いた分身に弾力がつきますんで、ウニの、ツルツルっとした喉越しの良い食感はなくなります。ただこれはこれで美味しいですね。もう一回お寿司食べていいですかこれ。酢飯を置いて、この酢飯はね、本当に一口サイズを置くのがポイント。あんま大きすぎちゃうとダメ。1個、2個。で、このすだちと塩で食べるのが美味しいんですよ。醤油もいいかもしれんけどね。で、塩はちょっと今日いいやつ使ってます。これを、マジで感動レベルでうまい。はい、ということで、今日はこちらの赤ウニのお寿司と焼きウニときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつ。たまには全身アングルで。これはうまいな、ほんと。食らったな、久しぶりに。はい、こちら。7対3ですね。いただきます。朝6時に食うもんではないけどね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は赤ウニのお寿司と焼きウニを作ってみましたけども、めちゃくちゃ美味しかった。
高いだけはありますね。僕も赤ウニは人生で2、3回しか食べたことないかな。すごい高い高級なお寿司屋さんでも仕入れがないからめったに出てこないんですよ。なので皆さんも赤ウニ見かけた際はぜひぜひお財布と相談して食べてみてはいかがでしょうか。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。